どうも、ちぬこチャンネルです。今年はどうしてもやり残したことが一つあるんですよね。それはこの軽キャンの中で魚をさばくことです。そのためにいくつか商品を購入したのでご紹介していきます。よいしょ。まずはこちら、卓上レンジフード。このキャンピングカーはオプションで換気扇マックスファンはつけたんですけれども、調理をするとなると車内に匂いがこもりやすいと思うんですよね。なのでより匂い対策を完璧にするために購入しました。開けてみよう。わ、かなり大きいんですね。結構サイズがこんな感じです。こっちが吸引側で反対側が排出。この吸引口から油と煙を吸引して、中のメッシュとフィルターでろ過して油を裏側のオイルトレーに溜めると、そんな作りになっています。一旦つけてみるか。おあいや、結構音がするの分かりますか？ザーって言ってる。しかも調節2段階できます。これ弱で、強になると正直これは相当音が大きいです。はい、消す。なので弱で使いますね。そして2つ目、はい、IH コンロ。車内で火を使うのは危ないので、やっぱ電気調理機器は必須ですよね。実は軽キャンを買った時におまけでついてきました。なのでいただいたものです。これが一つあると車内でどんな料理でも作ることができます。そしてこちら、これが何かというとですね、料理をするとなると油とか、あとは汚れが気になりますよね。なので保護シートを貼っていきます。ちなみに家でサイズ測ってカットしてきました。角を合わせてこうかな。空気を抜きつつ、おお、いいですね、いいですね。よし、できました。これでテーブル保護することができました。あとはね、こういった折りたたみのバケツも準備しました。いきます。はい、中に洗った調理器具を入れて持ち運んだりできるので、すごく便利だと思います。サイズ違いでもう一つ、バスケット型。他にも車内で使いやすそうな調理器具を買ったので、また料理を作る時にご紹介します。それでは今から魚釣りに行って食材を手に入れてから車中飯を作っていきます。よいしょ。網エビにアジパワー混ぜてます。アジパワーはね、キラキラ成分が入ってるので、そのキラキラが魚を寄せてくるという感じです。狙いはアジではありません。よいしょ。とりあえずなんかいるかどうか落としてみよう。真冬は朝一よりも昼からの方が魚の活性が上がって釣りやすいっていう場合があるんで、今日はちょっと昼から枷に乗せてもらってます。周りは牡蠣の養殖棚なんですけれども、回遊魚もね回ってくるみたいなんですね。とりあえず地合いがあと2時間後ぐらいなので、今ぐらいから餌をたくさん巻いといて、ここに魚が寄りやすいステージを作っておきます。何？あ、なんか来た。サビキになんか来たよ、急に。何？アジだ。アジが1匹だけ来た。サビキに。泳がせしよう。びっくりした。しかもいいアジ。せっかくアジが釣れたんで、泳がせ釣り出しときます。いや、正直ね、魚っ気ゼロでしたよ。それなのに来てくれたってことは、これは奇跡あるかもしれないね。鼻掛けします。おい、オッケー。したらすぐになるべく邪魔にならないところがいいんで、こんな感じにしとくか。
か水面パシャパシャやり始めました。時間来たんじゃないこれ。お、ちょっとこの辺、あ、この辺、よし、これで寄せる。あ、なんかいる。あ、これじゃない？これだ。あ、来た。ゆっくり上げるよ。すごい早い。え、何？あ、よいしょ。これはイワシだと点々があるはずなんだけど、マイワシです。ここに点々があるんで、一番美味しいイワシですね。よし、ちょっとチャンスなんでどんどんいきます。これだ。来い来たー。おー、すごいことになっているおー、重い。来たうわーちょっと、よいしょ。うわー、急に湧いてきた。ちょっと見えるかな。急にすごい湧いてきたんだけど、なんかすごいけど、おー、なんかいや、ほんと噂通り地合いがありました。口が柔らかいんで、うわー、結構外れちゃうんだけど、手返しよく釣っていかないと。すぐ来たよ。おー、全針ついてそう。お、全針ついてるかも。あ、全針ついてた。1個取れたけど。うわー、なんか何あ、なんか来たよ。なんか来たって。なんか来たよ。うわ、入られましたね。わ、これちょっと出てこないわ。いかだの下に出てこないな。イワシの群れが入ってきて、それを追ってフィッシュイーターも入ってきてるんだと思います。あ、切れた。まあでもゴミを回収できたからいいとしよう。あ、針折れてるわ。来た。よーし。おお、全部5個、6個、1、2、3、4、5。はい、軽キャンの中で料理をしていきます。どこに何を配置するかも初めてだからまだ決まってません。この辺はやりながら徐々に整えていきたいと思います。ちなみにこのマックスファンはつけました。ということで今回の戦利品は、はい、イワシです。いいイワシ。三重県では冬になると湾内でこのマイワシが釣れることがあります。これを追ってフィッシュイーターが入ってくることもあるので、ブリなんかも釣れたりしますね。ここに点々があるのがマイワシ。過去には片干しイワシとか片口イワシとか釣ったことあるんですが、圧倒的にこのマイワシが美味しいです。イワシは群れでいるので、ちょっと多めに釣って餌用に冷凍しておいても便利です。ということで今回はこちらのイワシを食べる分だけ美味しく車内で調理をしていきます。まずは大きめのちょっと立派なやつを選ぼう。軽く鱗を取りますね。表面を傷つけないように。あー、楽しいね昔の動画にもたくさんあると思うんですけど、車内で魚をさばくというね、これも釣りに行った後の楽しみの一つです。 IH コンロ、電気はこっちにあるよね。卓上レンジフードをここだと存在感がありすぎるよね。どうしよう。こうか。スイッチオン。
結構音するからね。これ吸ってるところ見えるかな。お香を持ってきました。私のこれ好きなお香。煙出てますね。いきます。おー、めっちゃ吸ってる。見えるよね。あ、見えてる見えてる。めっちゃ吸われてます。これぐらいの効果があります。ということで魚を焼いていきます。どうなるの？いやー、楽しみ。塩を振ります。おー、吸ってる吸ってる。これすごい吸ってる。ちなみにこれで今日にしてみますか。はい。おお、あ、もっと吸いました。すごい。でもかなり音がするから、これはよしあしですけど、こういう煙がたくさん出るような調理をするときは今日でやった方が効果が高いです。よし、何度かひっくり返しました。そろそろいいかな。柔らかいから崩れないでね。やべ、崩れそうだ。見栄えがあれですけど、よいしょー。できました。まさにシンプルイズベスト。イワシの塩焼き完成です。焼いてる途中から油がじわっと浮いてきて、めちゃくちゃ美味しそうです。これが一番魚の美味しさがわかるんじゃないかと思います。そしたら今度は頭を取ります。お腹はかなり柔らかいので指で取ることができるんですが、車の中なんでキッチンペーパー使います。生姜一部細かく切っておきます。青じそ、こちらキャプテンスタック、フライパンとかいろいろセットになってるやつです。 IH 機器が使えるとは書いてないんですけど、どうやら使えるっぽいので、ちょっと自己責任でねやってみたいと思います。イワシを入れます。生姜を入れる。じゃん。すき焼きのタレ、甘いのが苦手な人はお醤油をちょこっと足してもいいです。お水を入れます。アルミホイルで落とし蓋をして火をつけます。よし、開けてみます。はい、あ、いいですね。もうちょい煮詰めてイワシを乗せたら生姜と青じそできました。イワシの生姜煮完成です。すき焼きのタレを使ってめちゃくちゃ簡単に作りました。お醤油のいい香りがしてます。最高のお酒のおつまみですよね。このね、鍋敷買いました。これがないとこうやってどかせないので、さらに難易度が一番高い一品いきます。イワシを3枚におろしていきます。小骨があるんですが柔らかいので気にせず作っていきますね。軽く腹骨も取って汚れを拭き取ります。汚れたものはバスケットの中に入れていく。下置いとくか。梅干し、種を取ってペースト状にします。イワシ、大葉、梅、もう一度イワシで挟む。これを4つ作ります。揚げ用の鍋に油を入れる。ボウルの中に天ぷら粉を入れてお水を加える。あんまり混ぜすぎない感じでね。一応買ってきました。揚げ物フェンス。机がそんな大きくないからどう設置すればいいんだ。うわー、このコードが干渉しちゃうんですよ。この IH 機器の。逆に危ないかもしれない。これは置いとこう。油が跳ねるのは絶対に避けたいよね。はい、跳ねないでね。跳ねた。びっくりした。跳ねないでねってお願いしたじゃん。跳ねたよ。よし、もういい。ちょっと焦げちゃう焦げちゃう焦げちゃう。焦げてる。焦げた。焦げた。ちょっとなんかピッピー言ってるし、ちょっと焦げました。すいません、取り乱しました。ちょっと初めてなんでね、しょうがないよね。一番難しいことしてるんで、揚げ物っていうね。よーし、はい、できました。梅しそはさみ揚げ完成です。美味しそうなんじゃないでしょうか。お塩でいただきます。はい、完成しました。美味しそう。最高じゃないですか。今日はもうお酒のおつまみということで3品車内で作ってみました。キリン一番搾り、これ美味しいよね。これ好きよ。お待たせしました。それでは皆さん、乾杯。
美味しい。めっちゃ楽しみ。何からいく？せっかく暑いから揚げ物からいっちゃう？まだ暑いよ。サクサクだもん。いただきます。美味しい。大成功ですね。イワシが脂乗ってて柔らかい。そしてこの梅の酸味と青じその風味が最高です。衣のサクサクもいい。結局ね、イワシ最高なんですよ。骨も全然気になりません。もうサクサクサクっと余裕で食べられますね。めちゃくちゃ美味しい。失礼しました。洗わなきゃ。よいしょ。オッケーオッケー。最高。うますぎ。焼き魚いきますね。お塩振って焼いただけ。そりゃ美味しいよね。美味しい。本当に魚の味がダイレクトに伝わる。とにかく身がふわふわ。そりゃフィッシュイーターも追いかけるわけだ。めっちゃ美味しいもん。本当に優秀な魚ですよね。うまい。生姜に行きますね。これも間違いないでしょ。絶対美味しいのわかるもんね。しっかりタレに浸して、油浮いてる。いただきます。煮付けが一番結局好きかも。なんでこんなにお魚とお醤油って相性いいんでしょう。この脂の乗ったイワシとさっぱりした生姜と青じそ、ベストマッチですね。うまー。イワシ3本でご飯お茶碗2杯いける。あんな簡単に釣れたとは思えないですね。めちゃうま。いや、どれも最高です。本当に美味しい。本当に最高。はい、ごちそうさまでした。今回はケイキャンで車中飯を作りたいということで、魚釣りに行って食材を調達してきました。これからはイワシや、そして青物のシーズンですよね。今回は残念ながらイワシの泳がせ釣りで大物を釣ることはできなかったんですけれども、この寒いシーズンにはチャンスもたくさんあると思うので、また釣り場に出かけたいと思います。この車の中で調理をしたのは今回が初めてだったんですけれども、何より電気が使えるというのがめちゃくちゃ便利。そして室内明るいですよね。調理しやすかったです。さらに椅子当たり前なんですけど、めっちゃ椅子が居心地いい。椅子とテーブルがあることで作業効率がぐんとアップします。卓上レンジフードもいい仕事をしてくれました。オイルポットだけ見ようかな。使うとですね、裏側にここに油がたまるそうなんですがはい、空っぽです。このぐらいではもう全然問題なしということですね。もっともっと油がギトギトに出てもここに溜まるみたいです。とりあえずこの使い勝手結構良かったですね。今後も魚釣りに行って、小屋飯はもちろんなんですが、車内でもいろんな調理を楽しんでいきたいなと思っています。ということでご視聴ありがとうございました。